こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。今回は前編と後編に分けていきます。まずはこのがっつりストーンが乗ったりホログラムがたくさん敷き詰まったネイルをオフしていきます。楽しみ。先端はいつも通りマシーンで削ってから表面を削っていきます。そして今回は最初の1本だけそのままの速さで、残りの4本は 1.5 倍速でいきます。なのでね、いつもよりちょっと長めの動画となっております。それではこのがっつり乗ったパーツを落としていきます。こういうね、大きめのパーツが乗っている時はジェルでしっかり、私はいつもサロンワークの時コーティングするんですね。なのでパーツと爪の段差の間のところをコーティングしているジェルを、まずはこのマシンのビットの角のところを使ってジェルを削っていきます。ある程度削っていったら次の指に行きます。さっきはパーツの横がなだらかになっていましたが、くっきりしてきました。パーツの周りのジェルをしっかりと削っていったら、アクリルニッパーを使ってパーツを取っていきます。こんな感じで簡単にポロッと外すことができます。アクリルで留めているとね、結構硬くて取れづらいんですけれども、ジェルのビジュージェルというパーツを留める専用のジェルを使ってもらうと、こんな感じで簡単にニッパーでポロッと外すことができます。パーツを取った後に残っているジェルの部分はアクリルニッパーで切り落としてから、もう一度マシンを使ってさらに表面を削っていきます。それではさらにもう少し削っていきます。ホログラムが残っている部分は溶けるのがとっても遅くなってしまうので、なるべくホログラムも一緒にマシンで削っていきます。
1本を長い時間削り込んでしまうと摩擦熱が伝わってしまってお客様が熱いという状態になってしまうので、摩擦熱が伝わらないように一本一本は削る時間を短くしてどんどん次の指に移ります。5本削ったらまた最初の指に戻ってきます。徐々に薄くしていきます。かなり薄くなってきましたね。もちろんこの状態でもうお不溶液で巻いて溶かしていっても大丈夫なんですけれども、少し残ってるホログラムがねちょっとだけ気になるので、もう少しだけ削ったらお不溶液で溶かしていきます。ただこのぐらいもうね薄くなっていると摩擦熱とか伝わりやすいので、本当に軽くちょっとだけ削ってどんどんね次の指に行きます。お不溶液で巻く前は必ずダストをしっかりと払います。こんな感じでだいぶもう見た目変わりましたね。それではここから溶かしていきます。ダストが残っているとね、このお不溶液で一緒に指周りのダスト溶けてしまうので、そうすると指周りに薄い膜のように張ってしまって取りづらくなってしまうので、ダストはしっかりとオフしてからお不溶液で巻いていきます。5本ともお不溶液アルミで巻いたら、もう片手も同じ作業をしてから元のこちらの手に戻ってきます。ここまでで約13分でした。それではジェルネイルを落としていきます。今回はかなりいい感じに溶けてますね。溶けている部分はメタルプッシャーやウッドスティックを使って優しい力で落としていきます。か
なり強めの力でカリカリしなきゃいけないような時は無理に剥がしてしまうと地爪が一緒に持っていかれてしまうので、そういう場合は無理をせずにもう一度オフ溶液で巻いて溶かしてからオフをしていきます。今回は5本ともかなりスムーズにジェルのオフができました。やった爪の先端の形を整えていきます。いつもねギリギリの爪なりに沿って短くしていくお客様なので、今回もオーバルに近い形で爪を短く整えていきます。ファイルをかけた時にできるバリはスポンジファイルを使って取っていきます。いやー、やっぱ爪が短くなるとかなりスッキリしますね。それでは甘皮を押し上げていきます。必ずサイドから入ってコーナー甘皮周り、反対側のコーナーサイドというようにつながるように押し上げていきます。押し上げた下にできる空間をポケットと呼ぶんですけれども、ポケットの深さが均一になるように押し上げていきます。
指周りの角質白くなっていてね、ちょっと気になったので、グリーンポイントの面の部分を使って角質を削っていきます。グリーンポイントは甘皮を押し上げるだけじゃなくて、角質を取っていくこともできます。甘皮を押し上げるときはグリーンポイントのビットの角の部分を使うんですけれども、角質を削るときは平らな面を使っていきます。甘皮が押し上がったら形を整えていきます。キューティクルニッパーで整えるのは、残っている指周りの角質や伸びすぎてしまった甘皮を取っていきます。甘皮を取りすぎてしまうと、またすぐにささくれができてしまう原因になってしまうので、取りすぎは要注意です。甘皮をちゃんと薄く残しておいてください。それでは今回の動画はプレパレーションの終了までとなります。次回の動画でなんととっても可愛いバレンタインに向けたチョコレートネイルに大変身するので、ぜひ次回の動画も必ず見てくださいね。バレンタインのチョコネイルはね、すっごい最近施術したばっかりなんですけれども、いつもオーダーの時にテーマをお客様が出してくれて、そのテーマに沿ったデザインの内容はお任せをいただけるので、去年までやっていたチョコネイルとはちょっとまた一味違うテイストで作ってみたので、ぜひ楽しみにしていていただけると嬉しいです。表面は軽くスポンジファイルをかけてダストを払ったら、プレプライマーを塗っていきます。プレプライマーがしっかりと乾燥してからジェルネイルを塗っていきますが、それではジェルネイル塗るところは次回となります。溶けたジェルを落とすところからここまでで約15分でした。なので最初の13分と足すと28分なので、やっぱりね、ここまでもりっとしているので、いつもよりちょっとだけオフとプレパレーションに時間がかかっています。それでは次回の動画をお楽しみにしてくださいね。また見てね。